こんにちは、モネです。今まで私はこちらの、クリアシステム手帳を使いでスタディプランナーをしていたんですけど、ちょっとね iPad を新しく買い替えたんですよ。 iPad を新しく買い替えたので、スタディプランナーをデジタル化することにしました。ハイパーリンクもしっかり組み込んだので、結構ねスイスイと目的のページに行き来できて快適です。思いのほか便利だったので、今日は私がデジタルプランナーに変更するにあたって揃えたものたちを紹介しようと思います。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。まずはね、本体の iPad。購入したのは iPad Air の第5世代 250GB を買いました。色はスペースグレーでお値段92,800円。今回は買い替えだったんですが、以前使っていたのは iPad の第6世代のゴールド。確か2012年だったかな。今2022年だから10年使ってましたね。物持ち良かったです。iPad は Pro、Air、無印、ミニとね、結構ねいろいろあるので、どれを買おうかね、私自身本当によく迷いました。候補はね、プロとエアだったんですけど、メインは基本 MacBook のノートパソコンなので、サブ機として使うつもりでいたので、エアで十分かなって思ってエアにしました。そして Apple Store で一緒に買ったのが Apple Pencil の第2世代。お値段は 15,950 円。第1世代の時とは本当にね、比べ物にならないくらい便利になりましたね。本当今更なんですけどね。友達が第2世代使っていたのを結構ね何年も間近で見てて、本当に羨ましかったです。早く買い替えたい気持ちもあったんですけど、正直まだまだ使えるしなって何年も先延ばしにしてきました。ペアリングと充電の楽ちんさは本当に異次元でした。 iPad に直接くっつけるだけで充電してくれたり、ペアリングしてくれるので、本当もうね神ですよね。前はコネクタに挿さなきゃだったんで、折れるんじゃないかって結構ビクビクしてました。しかもね、磁石でくっついてくれるってすごいですよね。さすがに磁石自体はそこまで強くないから、外出先だとなくしそうなんですけど、家だとちょっとした時にくっつけておけるのは本当ねいいです。今更すぎてこのポイントで歓喜してるのが恥ずかしいレベルですが、でもね本当に最高でした。お次は iPad でデジタルプランナーを始めるために入れた手書きノートアプリ GoodNote。 GoodNote は2022年4月5日にノートブック3冊までっていう制限はありますが、無料でダウンロードできるようになったので、お手元に iPad がある人はぜひ試してみてください。私はね、便利すぎてダウンロードしたその日に980円で全機能開放していましたね。GoodNote はドレスコードの平岡くんが結構おすすめしてて良さそうだなって思って入れてみました。きっとリスナーさんの中にはチャンネル登録してる方も多いかと思いますが、 iPad で困ったことがあったら平岡くんの YouTube チャンネルはおすすめです。iPad のねいろんなテクニックを紹介してくれているので、めっちゃ参考になります。ガジェットがメインのチャンネルで、あんまりね手帳の動画本数はありませんが、時々システム手帳や手帳術の話もしてますので、このチャンネルを見てくださってる人なら楽しめる部分もあるかと思います。お次は iPad を守るためのカバー。どこのものか覚えてないんですけど、ついでにパッと買ったカバーです。確か2000円いかないくらいだったかと思います。後で知ったんですが、 Apple Pencil のホルダーがカバー内にねある仕様のものもあるので、それにすればよかったと今更ながら後悔しています。このカバーは外側に Apple Pencil をつけておけるゴムバンドがついてるんですけど、やっぱねバンドの部分以外は裸状態なので、定位置があるのはありがたいんですが、ペン自体のね保護はされないかなって感じです。
Apple Pencil を一緒に買う人はカバー内にねしまっておけるものを選んだ方がいいかと思います。保護フィルムは特にこだわりなくお値段1000円ほどのものを買いました。指紋の跡を防ぐのと反射防止でつけています。そして保護フィルムと一緒にペーパータイプフィルムの着脱が可能なものを購入しました。ベルモンドのものでお値段1998円。普段は映画や動画を見たり、週刊少年ジャンプは iPad の電子書籍で読んでるんですよ。なので保護フィルムだけでいいんですが、イラストを描くときだったりとか、今回のようにノート代わりに使うときは結構書き心地を重視したいので、こちらを購入しました。ペーパータイプフィルムはちょっとねザラザラしてるので、フィルムがちょっと白みがかってます。映画や漫画を見るときはこのね白みが見づらくなっちゃうので、着脱できるものは結構ね便利ですのでおすすめです。今回デジタルプランナーにしたこととは直接は関係ないんですけど、ノートパソコンスタンドも購入しました。お値段は2480円。ノートパソコンがメイン機なので、だいたいね机の上に置いていることが多いんですけど、 iPad も広げ出すと何かとね机がそこまで大きくないので手狭なんですよね。机を目いっぱい使いたい時のノートパソコンの置き場所に困っていたので、立てかけて置いておけるノートパソコンスタンドはめちゃくちゃ便利でした。もっとね早く手に入れておけばよかったななんて感じてます。今日の動画は私がデジタルプランナーを始めるにあたって買い揃えたものたちを紹介しました。ちなみにね、作ったスタディプランナーの中身はこんな感じになってます。ハイパーリンクもしっかり組み込んだので、結構ねスイスイと目的のページに行き来してくれて快適です。このテンプレートはニコットのショップで販売してますので、気になる人は覗いてみてください。今まで使ってきた手帳すべてをデジタルプランナーにするつもりはないんですけど、書く量が多いものだったりとか、ずっと残しておきたいとは思ってないっていうものだったりとかをデジタルプランナーに移行していってもいいのかななんて最近思ってます。紙の良さだったりとかデータの良さはそれぞれあるので、自分の中で使いながら何を紙で管理して何をデータで管理するのが良さそうか試していこうと思います。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう人や楽しかったよっていう人はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとってすごく大切なボタンです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モネでした。